味方はまたいたのかい。そっち驚きだよ。味方いたんだね。味方あいつら生きてたのか。そっち驚きだよ。やっぱりドムはこっちの目を引きつけるためのおとりみたいですね。拠点攻撃あまりしてないな。そうだね。ドムはどっちかっていうと私ってかモビルスーツ狙いだよね。あ、タックル。よし、破壊しました。3万点。どうだ ?3 万点。プラント破壊されすぎちゃったなんとかこの場はしのいだみたいだな。きっと我々の活躍に騎士多の味方も分ザ大喜クをびですよ。最初にバカ難しいね。モビルスーツ乗りってのはな、他の連中から見ればエリートなんだよ。こんなのはできて当たり前だと思ってる。もし喜んでいるとしたら技術や連中だけよ。それもな、勝ったことに喜んでるんじゃない。また新しい実戦データが手に入ったことに対して喜んでるんだよ。さあどうだ結果は。ああダメだ B ですね。 B。 強さには限界がない。難しいな。どんなに強くなってもあとさらに強いものが1800点です。必要だ。あと1800ぐらいです多分。戦場にエースパイロットと呼ばれる者たちがいる。だからあれだね、彼らは戦場で敵をもう立ち1個ぐらいプラントが残ってたら多分いけたね。プラントは破壊されすぎちゃったね。惜しい。ここもあれだからね、プランただここはさっきと違ったの数がまだ少ないからいいのかな。こっちはどっちかというと自分の被弾の方が問題になりそうだな。そうだね。だからなるべくジャンプして打つしかないね。あと
です。はいこんばんはです。やばい、画質が悪いせいで意外に三半期間に来てるっぽい。画質が悪いはあれですね、今の時間帯だと仕方ないかもしれない。でもなんだっけ、後で動画の方にねするときには安心してください。この小ジャンプ起動足思い出すなぁ。きついな。無駄にハイボックの耐久性が高いからね。地球に降りてきたばかりの時のコレンみたいな弱めいそう。ライフルを弾数制限しなかったのは難易度が上がりすぎるからなのかな。いやそれはあると思う。うわつうか結構耐久食らっちゃったな。あと1。すごい避けるなぁ。ただ逆にちょっと分かってきた。こんな感じか。逆にちょっと分かってきたね。これで全部要は避けた後相手が突撃してくるからそれを12時の方向より想定第して4波やる感じですね。さあ問題ですね。なんて速さだ。さあこいつらですね。問題はトリプルドブルのです。エースのご登場ってわけか。さあこいつらだね問題は。そういえば、ブルー2号機ってマシンガンじゃなくてビームライフルになって操作性が変わるのかな。変わるよ。ビームライフラーだと変わりますよ。ここは被弾率ですね。あとはいかに被弾しないかっていうのを重視してないと。だから3匹いる間はとりあえずジャンプしながら。画面でガングリフォン思い出す。ああそうだね、ガングリオンとかそうだね。ちょうどこの頃そう入ってたからね。だからとりあえずまだ数減らす間はねジャンプして敵の攻撃を避けてなんだっけダメージを食らわないっていうようにしないと。多分ここは被弾率だからなんだっけここのクリア多分S ランク条件は被弾率なんで。あやべえ落ちた。やばい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 。危ない危ない。アムロが戦った3連星は一応兵器多めとハイエ森林地帯だったけど何もない平原だとこれほど厄介とは。本当だよ。ドムは平原ドムは平原では恐ろしく強いからね。そういえば昔のガンプラのリアルカラーのドムってこんな配色だったな。こいつらは多分名もなきエースだからね。設定作って面白そうだけどね。こいつらがどういう名前のやつなのか。ただ初期の頃にドム与えられてるって時点で間違いなくエースだと思う。
よし倒した。あと2台。こっからはサービロンを使っていきましょう。これ向こうから見たらさ、ぴょんぴょん飛び跳ねってさ、本当にバッタカみたいな感じで、バッタかウサギかさ、竜と戦うのが目的っぽいですものね。バッタかウサギかわかんないけどさ、こいつらが生き残ってトリントン基地を襲ったドワッチたちのパイロットになってたとか面白いかも。あ、確かに。パック。これが9月から10月なら案外3連星より先にドムに乗ってることになるんだよな。そうだね。指が死んじゃうよいい感じでさ、指が死んじゃうよ。いや、それありか。そういえばドム試作型もこんなカラーでしたね。関係ないかと思いますが。ただでさえ硬いサターンコントローラーでバッタジャンプとかやるとか指がやばい。指が死んじゃうよ。てかドムのバズーカーも一体何発弾入ってんだよ、ほんと。ゲームでそんなこと言い出すとキリがないから。段数無限か。予備弾倉積んでるのかもしれない。わら。確かに、ジャイアントバズってそう弾数5とかあればいい方だしな。これで時間経過でスコア違ってたら地獄が始まってた。そうだね。ここは被弾率だ、これ使う。これ以上被弾しちゃいけない。マさんがこっそりラケバズの試作型も立ててたとか。よし、さあ、ニュータイプを超えないといけない。1対1なら負けはしない。さあ、かかってこいよねえ、銃なんて捨ててかかってこいよ、本当に。マジで今の食らっちゃうのか。あー、50% 超えたな。ベネット。50% 超えたら多分もしかしたらダメかもしれない。被弾率がちょっと増えすぎてる。てめえなんか怖くねえ、野郎オブクラッシャー。捨ててかかってこい、マシンガン撃ちながら。そういや、シュツルムファスと J 型ザクの時点で作ってるからジャイアントバズって案外謎武器なのかな。いや、そうでもないんじゃない。もともとは体感用だからね。宇宙空間で使うものだったやつだったからね。
てめえはもう終わりだ。ああ、向こうジャンプした。はい、終わり。どうだ、微妙だな。やれやれ。どうかな。被優勝弾率がちょっと高かったかもしれない。お、これはいったのかな。一つの戦いが終わった。しかしユウたちに休息の時はない。行きましたね。やったぜ。青き死神は再び彼らの前に立とうとしているのだ。やったぜ。あ、はい、注意ですね奴に近づく。ことはできない。こんな感じで。生き注意お残りめでとうございます。自ら青き死神に立ちよか向かい、ったよかった。やったそれをぜ。倒すしかないのだ。 R2 型ザクが対艦戦するときに使うやつだっけ、ジャイアントバズ。よかった。パチパチパチ。指が死んじゃってるけどね。パチパチパチ。パチパチパチ。おめでとうございます。おいや、よかったよかった。面目が立ちましたやっね。たぜ。ね、ね、実況プレイやるんだったらパチパチパチって言われそうだからね。よかった。面目が立ちましたね。なんとか注意に。ただトリプルなんだっけ、じゃあフィフス A じゃないんでね。全部 A じゃないんでね。まあそれでも一応ね、なんだっけ、昇級ラインは突破しましたんでね。よかったよかった。よかったよ本当にね。面目立ってやるからにはね、一応ね昇級はさせないとね。1作目でしたっけ、アムロと戦えるの。それは3作目だね。オー最後。レイダと対位。あ、違う違う。旧作もジャイアントバズ使ってなかったっけ。いや、使ってなかったっていうか、使えるかな、正しく言うと。旧作も。ただ、マニピュレーターの大きさが合わないからって言われるんだけど、ザク2自体が、ほら、R 型がジャイアントバズ使ってるから、使えなくはないと思うんだよね、個人的に。やはりクルスト博士を追ってきた者たちでしょうか。そんなことより面白かった。今はどうやって基地まで戻いやー、るかだ。よかったよかった。友軍には連絡したのか。っていうかさ、あれだよね、ドムがいかに強いかっていうのがこれやってると分かるよねでもさ、普通に考えたらさ、新幹線より速いスピードで動いてるドムとさ、平地で戦うなんて無謀だよね普通に考えて。ほら、ミサイル有志海戦闘じゃなかったらさ、まだみんなミサイルとか速いけど、普通にマシンガンとかで戦えっていうのは本当にあれだよね。エースとかじゃないときついね。まあ、だからぴょんぴょんぴょんとジャンプしたんだけどね。唯一ドムの弱点は上からの攻撃なんで、あんな感じでぴょんぴょん。平地でドムにあったら逃げるしかないでしょうね。そうだね。だから森林地帯に連れ込むか、市街地に連れ込んでドムのスピードを殺すぐらいしか方法がないと思うね。それ以外ではね、なかなかドムと、まあ、さっきみたいに平地で戦うのは旋回も速いから平地は無理そうだな。新幹線より速いからねまあ新幹線と同等かそれ以上の速さだからちょっと難しいね。だって実際さ、例えばさ、戦車がさ、そのぐらいのスピードで動いてたって考えたら分かりやすいじゃないかなで、戦車が実際さ、そのぐらいのスピードで動いてたらさ、誘導兵器が全く使えないっていう世界だったら、まあとんでもないことになるだろうね、間違いなく。まあ今の戦車だってね、時速相手のパイロットがクソエイムであることを祈るしかないですね。ほら、今の戦車だってさ、ドムって自重が重すぎで3次元軌道取られると追いつけなくなるのか。そうそう。ドムは自重が重すぎるから、ジャンプしてもちょっとしか飛べなかったり、ジャンプ中に逆に隙ができるんだよね。ジャンプ中にほらふわーって浮いちゃうから、それが弱点なの。だからさっきからほらジャンプした時に狙ってるか、着地した時に狙ってたんだよね。そのぐらいしか多分方法がないからね。はい、こんな感じでした。面白かったかな、皆さん、動画の方は。ちなみに今ハードで最後やりましたね。ハードはなかなか難しいよ、ハードは。墜落したミデアの回収に駆り出されたユウ。彼がその墜時間落現場的に2分で見たのは割になるのかな。青いモビルスーツだった。そうだね。
やがて現れる三分割で動画を上げましょうイフリート。奴は執拗に青いモビルスーツを付け狙う。敵との戦いの中でユウは逃れられぬこの頃のような面白いガンダムゲーム出ないか次な。回機動戦士ガンダム外伝2。やっぱほら青を今どっちかっていうとさなんだっけ君はバトオペとか青き死神とああいう戦場をオンラインのかける。方に行っちゃったからねコンシューマーでこういうゲームっていうよりはオンラインの方に行っちゃったからねどっちかっていうと。まあ、実況といってもねアクションゲームだったんであんま喋んなかったかもしれませんけどお許しくださいね。そろそろ落ちます。お疲れ様はいお疲れでした。様でした。はい徳島組がどっか行ったからな。そう作ってる人間たちが行っちゃったからいなくなっちゃったからはい皆さん今回はどうでしたか。エクバがプレステ4に出るくらいかな。そう今回はね、26年前の、戦慄のブルーガンダムガイデンの戦慄ブルーやってみました。結構なんだっけ最近ブルーとかゲームとかで見ましたっていう人もこのゲームは見たことないと思いますんでね試しにプレイしてみた感じです。ガイデン2もね近日中にまたやりたいと思いますのでねよかったらまたプレイした時にでもご覧になってください。で今回の、生放送の内容は、動画としてねアップロードしますんでねよかったら、そちらで見ていただければ多分なんだストーリー考えれる人がいないんだろうな。そうだねよかったら動画にねアップロ家ードしますんで、ね、にあるはこのゲーム。かなり難しかった記憶。難しいでもあれですよ注意に昇格しましたんでねちなみに最終的に、全部 A でやると、詳細になるのかな。で詳細になると、真のエンディングが見れますけど、多分今の私だと、イフリート回と、多分2号機が多分難しいと思うんでねまあなんとか頑張ってやります。はいじゃあそんな感じでした。じゃあ、今日はね今回はこれで終わりたいと思います。よかったらね動画もアップしますんでねこの動画もアップしますんでよかったら動画の方もご覧になってください。はいじゃあね、今回はこれで生放送の方は終わりたいと思います。はいじゃあお疲れ様でした。はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい皆さんお疲れ様でした。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 面白かったです。お疲れ様でした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 。おつでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おつでした。